どうもこんにちは、ギークンボックスの坂です。ついにサイヤーからスティングレイタイプが出ました。ドーン Z3 ですね。はい、今回はこいつがどんなベースなのかっていうことを解説して、スターリンバイミュージックマンのレイ34とミュージックマンスティングレイ、この3本弾き比べていこうかなというふうに思っております。早速チェックしていきましょう。本編へドン。はい、早速紹介していこうと思います。はい、Z3 なんですけれども、見ての通りがっちりミュージックマンタイプで作られていますね。飴色のネックもすごく好印象です。ちなみにここはサテンでフィニッシュされていますね。僕はグロスでもいいんじゃないかなと思いますけど、まあまあそういうもんでしょうと。で、こっち側の指板面、ここはグロスで塗装されています。で、ボディはマホガニーボディですね。そこにオリジナルのピックアップとオリジナルのプリアンプが乗っています。このプリアンプは3バンドの EQ がついていて、そしてね、ここ引っ張るとパッシブにできるんですよね。プリアンプバイパスできるんですよ。はい、これはオリジナルのねスティングレイにはない機能なので、すごくいいポイントじゃないかなと思います。ジョーダート、どんなスティングレイ弾いてますか？パッシブですと。はい、だからジョーダートみたいな音もこいつで出せるわけですね。まあそこはすごくいいポイントかなというふうに思っております。ナット幅は 42mm の設定なんですよね。ここ下手に細くしなかったのはすごくいいポイントかなと思います。ただまあそんなになんか太い印象は受けないですね。本当に42かって感じですけど、このマホガニボディだっていう話が少し気になるところもあるかなというふうに思うんですけれども、僕が思うにミュージックマンってボディ材とかをあんまり重視してないんですよ。シースルーの木目が出てるものに関してはアッシュを使って、他のものに関しては普通にねハードウッドとかも書いてなかったりするわけですね、木材の種類を。ミュージックマンにとってはそのボディのバランス、重量だったりそういったところはすごく重要だけど、主なね音に関してはピックアップとプリアンプでかなり力強く作ってるから、あんまりこっちのね木材で音を作るっていう考え方ではないんじゃないかっていうふうに僕個人的には思いますね。だからここでマホガニ使ってるのも全然問題がないっていう感じです。はい、インドネシア製なんですけれども、インドネシアのマホガニすごくいいものが多いので、これに関しては全然いいんじゃないかなと思います。ヤマハとかアイバニーズとかもよく使ってますよね、インドネシアのマホガニ。これ実際にクオリティが高いからです。 Z3 の他に Z7 っていうのもね出たんですよ。そっちはプリアンプがねいつものミドルフリーケンシがついてるものだったり、こっち側にねピックアップがもう一個ついてるものだったりして、あとはボディがねアルダーだったりアッシュだったりするんですけど、位置づけ的には上位機種っていう感じなのかなっていう気もするんだけど、僕個人的には EQ はこのシンプルなスタイルでいいんじゃないかと。だから Z3 が普通にクオリティ高かったので、今回はもうこいつでいこうということです。気になる価格なんですけれども、83,215円ですね。安すぎです。はい、もう安すぎでかっこいいでしょ。はい、で Z3 ね5弦もあるんですけど、それもねピックガード丸いんですよね。そこもすごくいいポイントだなと思います。比較していく対象なんですけれども、スターリンバイミュージックマンのレイ34ですね。はいと、これ新品で14から15万円ぐらいで流通しているモデルです。本家の廉価版っていうところで、比較対象としてはすごくいいかなと思います。ただ価格差2倍あるので、こっちもねインドネシア製なんですよね。ちょっとジャッジが難しいところかなっていうはいですね。で、もう一個がアメリカ製のスティングレイスペシャルですね。こっちは新品で40万円ぐらいで今流通しています。ローステッドメープルが使われていたり、もうちょっと現代的なモデルなんですけれども、現行のスティングレイとしてはここら辺引き合いに出すのはすごくいいんじゃないかなというふうに思いますっていう感じで、8万円台から40万円台までの3本のスティングレイ、もしくはスティングレイモデルに比べていこうかなというふうに思います。サイヤの Z3 めっちゃいいぜ、おったまげると思います。ぜひ期待してくださいということで、聞いてみてぽい。
はい、ということで3本弾き比べてみました。いかがでしたでしょうか？結構キャラクター違うような気もしてきますよね。その大きいこのねミュージックマンタイプのブリッジのピックアップをこうつけてたら、やっぱりそういう方向にはなるよねっていうのはもちろんあるんですけど、プリアンプのキャラクターがすごく違うようには感じるかなっていう風に思いますね。分かりやすいようにEQ ブーストのところはローとハイを全部ブーストで、ミドルは全部カットっていう形でやったんですけど、 Z3 に関しては多分低音域の量がすごく多いですよね。ワーンって上がってきて、かなり極端に効くなっていう気がしますね。スターリンの方に関して言うと、そこら辺がもうちょっとこう具合よくというか、うまいこと1キロというか3キロというか2キロというか、そこから上のプレゼンスのところがしっかり目立つようなバランスかなというふうに思いましたね。でスティングレイスペシャルの方は多分素で割といい感じに仕上がっていて、やっぱりそこの質の高さはいいなというふうに思いますね。あと弾き心地が結構3本とも違っていて、スティングレイスペシャルはまとまり感のあるというか弾きやすい、なんとなくこうレスポンス感も親しみのある感じで、サイヤーに関してはサイヤーよく弾いてるので全然弾きやすい、普通に弾きやすいですね。でスターリンはある意味一番こうスティングレイっぽいというか、僕が思うスティングレイっぽさがすごく強いベースだななんて思ったりしますね。スティングレイスペシャルはすごく綺麗で、スターリンの方はちょっとガチャガチャしてて、サイヤーはまたこう優等生気味な感じかななんて思ったりするんですけど、皆さんいかがでしょうかね。Z3 のパッシブの音もすごく良くて、ここら辺はかなり遊べるとこかなと思いますね。でネックもすごく綺麗に作られてるのですごく弾きやすいですし、この価格でこれ出てきたらなかなか他のブランド勝てないよねとは正
直思いますね。ジャズベあるじゃないですか、サイヤの。あそこら辺はもうちょっと値段上がっちゃってるんですけど、今この Z3 に関しては8万円台で販売されているので、かなりこういう言い方はあまりしたくないですけど、コストパフォーマンスはかなり高いなというふうに思いますね。サイヤちょっと全然頭一つ二つ抜けたブランドだななんて思ったりします。もちろんね、ミュージックマンスティングレイよりもこっち買った方がいいですよっていう話ではもちろんないんですけど、ここの価格帯ですごく本格的なスティングレイのサウンドが出るベースってなかなかないので、そうした意味で選択肢に入れるとすごくいいのかななんて思ったりしますね。オタ心が分かってるなと思います。このねヘッドがな3対1じゃないとこだけがちょっとなとか思ったりしますけど、皆さんどうでしょうか。ぜひぜひねコメントしてみてください。これバーって在庫仕入れたので概要欄チェックしてみてください。ということで本編終わり。昨日忘年会してたんですよ、弊社の。そしたらね、いつの間にか20人ちょいぐらい集まってきて、もちろん誰かの奥様とか外部の技術顧問の人とかいろいろいるんですけど、こんなに人集めて飲み会できるようになったかと思って。弊社もちょっと楽しくてすげえ飲んじゃって、横浜駅の周り結構ね朝まで飲めるんですよ。マンコーローっていう中華屋があってめっちゃいいんですよ。よく行く。やっぱ中やんっていう飲み屋もあって、そこもよく行くんですよね。中やんねめっちゃ行きますよ。ミュージシャンとも行くし、楽器ブランドの人とも行きますね。横浜駅周りちょっとマジで飲むの楽しいんで、皆さん一緒に飲みましょうよかったら。はい。で忘年会ね、弊社のやつやったんですけど、ベーシスト新年会とかベーシスト忘年会とかなんかやりたいっすね。そういうのもしねそういう声があったらやりたいななんて思っているのでね、コメントしてみてください。皆さんのそういうコメントとかチャンネル登録とかそういうののおかげで僕たちの会社もだんだん大きくなってきて、いやーもうすごいですよ。一緒に面白いベースの会社作っていきましょうという感じでやっております。何？最後のことですかね。これ本年最後間に合うの？本年31日公開。すごいね。31日にこれ見てる人いなくない？普通にガキつか見ないいやすごいね。もう本年もありがとうございましたと。ちなみに弊社ベーシック株式会社はですね、11月決算で12月から新しい期なんですよね。もう頑張ってやってるのでね、多分年末セールとかやってると思うんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。うちって31と1日が休みだよね。そこだけお休みなんですけれども、2日からしっかり営業していてやっているのでね、もう縁起のいい2025年の最初のマイニューギア、ぜひギークインボックスで買ってみてください。はい、GIB なんですけれども、 GIB 横浜、 GIB 兵庫、 GIB ソウルと展開しております。ぜひ遊びに来てください。はい、トニック横浜っていうギターショップもやっているのでね、そちらも合わせてチェックしていただければなんて思っております。このね平沼っていう通りで僕楽器屋さんいくつかやっていて、これが面白いもんで物件いっぱい買ってたらシムシティやってるみたいな気分になってきて、空いたらすぐ買うぜっつって。だからね今ビルで言うと4、物件としては5つ、1234566個目契約したでしょこの前。すごいよね。もうどんだけ借りるんだよって感じですけどね。でもちょっと楽しくてやっているのでね、この平沼っていう街でそうやって遊べたらいいななんて思っていて、楽器好きな人はここに遊びに来たらもう何時間でも飽きないで楽しめて、夜も飯とか食えて、でそこら辺集まってくる人たちみんなギター好きみたいな、そうなったらちょっと楽しいですよねなんて思ってやってますんで、何卒よろしくお願いします。はい、ギーキンボックスは Twitter とか Instagram とか Facebook とか、あとはもう TikTok とか、そこら辺もソーシャルメディアやっております。はい、ギーキンボックスの名前がついてる個人のアカウントもあるんですよね。僕のアカウントももちろんそうなんですけど、寺尾龍馬とか山地とか、そういうやつもいるんで、よかったらねそこら辺もチェックしてみていただけるといいんじゃないかなって思います。いい楽器はすぐに Twitter に上げるって僕は言っていて、いつも Twitter 見てるとこれがみたいな楽器が出てくるんじゃないかなと思います。Twitter に上げてすぐ売れちゃったやつで言うと、最近ので言うとアルバコッポロの LG5 もすぐ売れちゃいましたね。あとケンスミスのあれ BSR かな、 BSR6 かな、はい、これもバッてすぐ売れちゃいましたね。だからそういうのはウェブに上がったりデジマートに上がったりする前にやっぱ売れちゃうので、よかったら Twitter チェックしてくださいという話でございます。ということでね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。いつも感謝しております。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。